あ、そっかもな。俺長いこと江戸に行ってたし。俺が留守中、新八さんとか佐野さんにいじめられたりしなかったか？江戸にあるお前の家の場所聞いてたから、俺も立ち寄ってはみたんだけどな。まあ、元気出せって。そのうちひょっこり会えるかもしれないし。ああ、そうだな。街も人も結構変わった気がするな。あ、お、掃除。そっちはどうだった？別に何も。普段通りだね。でも将軍上洛の時には忙しくなるんじゃないかな。そうだから近藤さんも張り切ってるよ。ああ、うん。近藤さんはそうだろうな。おい小娘、断るとはどういう了見だ？やめてください。話して。民草のために日々上位を論ずる我ら志士に尺の一つや二つ、むしろ自分からするのが当然であろうが。分かってるって。お前はここでやれやれ、上位って言葉も君たちに使われるんじゃかわいそうだよ。浅黄色の羽織、新選組か。知ってるなら話は早いよね。どうする？くそ、幕府の犬が。いいからとっとと失せろって。どんな罪で？君は意外と過激だな。何しょげてるんだよ。それよりほら。
私、南雲薫と申します。助けていただいてありがとうございました。いいからこの子の横に立って。やっぱりよく似てるね、二人とも。そうか？俺は全然似てないと思うけどな。いや、似てるよ。きっとこの子が女装したらそっくりになると思うな。もっときちんとお礼をしたいのですけれど、今は所用がありまして。ご無礼ご容赦くださいね。このご恩はまたいずれ。新選組の沖田総司さん。おいおい、あれ掃除に気でもあるんじゃねえの？今のがそう見えるんじゃ、平介君は一生佐野さんとかに勝てないよね。どういう意味だよ。そろそろ帰ろうぜ。皆も徳川第14代将軍徳川家茂公が上洛されるという話は聞き及んでいると思う。その上洛に伴い公が二条城に入られるまで新選組総力をもって警護の任に当たるべしとの要請を受けた。池田屋や金門の変の件を見て、さすがのお偉方も俺らの働きを認めざるを得なかったんだろうよ。警護中は文字通りの意味で僕らの刀に国の行く末がかかってるなんてね。上洛の警護とはまた。もしも三男さんが生きていれば本当に惜しい人を亡くしましたね。ともあれこれから忙しくなる。まずは大使の編成を考えねばなるまいな。そうだな、
俺とトシ、ソウジ。だるい近藤さん、掃除は今回外してやってくれねえか。風邪気味みてえだからな。そうなのか。ソウジ、大丈夫か。自分では別に問題ないと思うんですけどね。土方さんは大げさすぎるから。問題ないじゃねえよ。さっきも咳してただろうが。やれやれ、土方さんは過保護すぎるんですよ。近藤さん、実は俺もちょっと調子が。なんだ、平助も風邪か。せっかくの晴れ舞台、全員揃って将軍様を迎えたかったのだがあ、すんません。な。いや、体調は大事だな。体調はいずれまた機会もあるであろうし、二人はその時存分に働いてもらいたい。で、お前はどうすんだ。ほうけてるんじゃねえよ。お前は警護に参加するのかって聞いてんだ。無論構わないとも。君も今や新選組の一員と言っても過言ではない。よかったらぜひ参加してくれ。まあ身の心配はないと思うよ。将軍を狙う不届きな輩はそうはいないから。行ってみるのもいいんじゃねえの。切った張ったの騒ぎにはならないだろうし。お前にやってもらうことは伝令とか主に使いっ走りだがな。覚悟しとけ。気づいたか。さほど鈍いというわけでもないようだ。
あ？なんでってのが方法を言ってんなら答えは簡単だ。俺ら鬼の一族には人が作る障害なんざ意味をなさねえんだよ。そう。私たちはある目的のためにここに来た。君を探していたのです。鬼を知らぬ？本気でそんなことを言っているのか？我が腹からともあろうものが。君はすぐに怪我が治りませんか？並の人間とは思えないぐらい怪我の治りが早くありませんか？ああ？なんなら血ぶちまけて証明した方が早いか？よせ知らぬい。否定しようが肯定しようが、どのみち俺たちの行動は変わらん。多くは語らん。鬼を示す生徒、東の鬼の子たち。それのみで証拠としては十分で過ぎる。言っておくが、お前を連れて行くのに同意など必要としていない。女鬼は貴重だ。共に来い。おいおい、こんな色気のない場所、合いびきにしちゃ趣味が悪いぜ。またお前たちか。田舎の犬は目端だけは聞くと見える。それはこちらのセリフだ。下がっている。将軍の首でも取りに来たかと思えば、こんなガキ一人に一体何の用だ。将軍も貴様らも今はどうでもいい。これは我ら鬼の問題だ。鬼だと？へっ、こいつの面を拝むのは禁門の変以来だな。再会という意味ではこちらも同じくだ。だが何の考えもわかんな。副長たちの心配は無用だ。副長の命だ。君はこのまま俺が屯所まで連れて行く。